はい、どうもりょうすです。今回はランクマッチも来たということで、デッドロック初心者がやるべき基礎の練習方法について解説していこうと思います。皆さんランクマッチもやりましたかね？僕も初ランクやったばっかりなんですけども、もう味方も敵も普通の試合よりめちゃくちゃ勝ちにこだわってて、僕的にはすごく楽しかったです。で、今回はそんなランクマッチに向けてなど、練習する際に参考になってくる動画かなと思います。もちろん試合を行うだけでも十分練習にはなるんですけども、基礎の部分についてはもう集中して学んでしまった方がある程度までは早く身につくので、初心者であればあるほどこの練習は効果的だと思います。一応練習方法については他ゲームの練習方法を参考にしてまして、例えばエイムだったら、バロラントっていうシビアなエイムが求められるゲームがあるんですけども、シルバーゴールドっていう上位 70%、60% ぐらいかなのランクから、ダイヤ3っていう上位 7% ぐらいまで行った時の練習方法を参考にしてたりします。もちろんロールなどのモバの知識も入れてるんで、他ジャンルからデッドロックに来た右も左もわからない方にはすごく参考になるかなと思います。逆にもうバロエーペックスでエイムは完璧ですとか、モバやってたんでラストヒット全部取れますとか、もうストロークやってたんでパリ余裕ですみたいな人はもうその練習メニューは飛ばしちゃって大丈夫だと思います。各練習メニューの内容は各項目ごと優しい順に紹介していくので、自分が足りないなと思う段階から挑戦してみてください。それでは早速紹介していきます。はい、ではまず練習を始めるための準備について説明していきます。デッドロックのメニュー画面からプレイを選んで、左下のこのサンドボックスモードっていうのをクリックしてください。キャラは何でもいいんですけども、僕はいつもヘイズを選んでるんで、今回もヘイズでいこうと思います。で、サンドボックスモードに入ったら、入って右側のこのボットが走り回っているところまで来てください。ここまで来れば準備 OK です。はい、まずはエイム練習からです。トラッキングからいきます。この練習はだいたい1回につき2、3分で終わると思います。トラッキングって言うと、つまんなーとか、俺が欲しいのは紙フリックできるエイム力やねんみたいな人が必ず出てくるんですけども、トラッキングができないのにフリック精度がいい人っていうのはもうプロレベルの天才で言えば見たことあるんですけども、一般人であればまだ見たことがないです。ヘッドショット一発で敵が死ぬようなフリック精度命のゲームでさえ、このトラッキング練習っていうのはものすごく重要な基礎になってくるので、ぜひ一度練習してみてほしいです。絶対効果出ると思います。はい、ではまず初歩的な練習として、この走り回ってるボットに対して銃を撃ち続けてください。最初はこのボットたち移動なしの状態から始めていただいて OK です。弾を無限にして、キャラは何でもいいんですけども、トラッキング中銃が撃てるマシンガン系がいいと思います。だいたい1分ぐらいですかね。もし難しいのであれば胴体打ちでもいいんですけども、慣れてきたらヘッドショットを常に当たるように練習してみてください。次に左右に動きながらのトラッキングです。俗に言うレレレ打ちですね。これも難しければ最初は胴打ちで OK です。外す時間がなくなるように常に当て続ける意識で1分ぐらいやってみましょう。最後はスライディング打ちです。動いてる人に当て続けるのはすごく難しいので、最初は止まってる人にやってみましょう。これは操作に慣れるっていう面もあるので、そこまで向きにならずに1分程度やってみましょう。はい、ここまでできたら次はお待ちかねのフリック練習、ソウルオブ打ちになります。このゲームで分かりやすく相手と差をつけられる部分なので、すでに練習してる人も多いんじゃないかなと思ってます。まずはトラッキングと同様に移動なしの状態で1分ぐらいやってみましょう。ここでめちゃくちゃ重要な注意点がいくつかあります。まず打つまでの秒数が出てくるんで早く打ちたくなるんですけども、練習中は絶対に雑にフリック打ちしないでください。ここで変な癖がつくと逆に当たらなくなってしまうのと、初段を外すだけでソローブを打つまでの時間がかなり長くなってしまうので、基本的には精度の方が速さより重要になってきます。
500ミリ秒とか600ミリ秒とかかかってもいいので、確実に当てるようにしてください。当てる時のイメージとしては、ソロ部に近づくごとに減速していって、照準があったタイミングで打つっていうのがいいと思います。で、打ち方のダメな例として、このように絶対に通り過ぎないように意識してください。通り過ぎると、行って戻る分、エイムする距離が長くなるので、打つのがかなり遅くなってしまいます。確実に当たるようになってから少しずつ早く打つようにしていきましょう。次に移動しながらの走り打ちです。これは難しいので、2、3発打ちながらやってみて、当たるようになってから1発ずつ狙ってみましょう。これも1分終わったら最後が遠目打ちですね。デッドロックでこの距離狙う機会ってあんまりないんですけども、セーフティーに敵のソウルディナイしたい時とか結構役立つんで、苦手な方はぜひやってみてください。はい、次が結構実践向けのウェーブクリア練習です。やり方はシンプルで、この疑似レーン上、サンドボックス入って左側にある疑似レーン上に出てくるミニオンのラストヒットをひたすら取る練習です。基本的にはスキルを使用せずにメイン射撃と近接だけでラストヒットを取っていきます。1セットを5ウェーブくらいやるといいと思います。この練習は軽視されがちなんですけども、よくモバとかだと。でも意外とやってみると4つ全て取れない人がほとんどかなと思ってます。これは僕含めてですね。ここで全部取れないとなると、敵ヒーローがいる状態でラストヒットが取れるわけないので、できるだけ全て取れるようになりましょう。で、取る時のコツをいくつか紹介したいと思います。まず1個目が、味方ミニオンがどれを狙っているか常に意識しましょう。ワンウェーブの構成として、前衛ミニオン1匹、後衛ミニオン2匹、バナーミニオン1匹の構成になっています。ミニオンというか正式名称はトルーパーかな。だいたいラストヒット逃す原因は味方ミニオンか敵ミニオン削って自爆されるのが原因なので、自爆される前にラストヒットを取りに行きましょう。で、だいたいミニオンが変な動きしてなければ、基本的には敵の前衛ミニオンがフォーカスされている状態になると思います。で、前衛ミニオンは一応他のミニオンよりも 100HP ぐらい体力が多いので、ちょっとだけ長く耐えてくれます。で、次のコツとしては、プッシュする際などで敵ミニオンの体力を削りたいなんて場合は、バナーミニオンから狙えると味方ミニオンのフォーカスも受けにくいのでラストヒットを逃しにくいですし、またヒールもされなくなるのでおすすめです。そして最後がめちゃくちゃ重要なんですけども、リロードタイミングについてです。味方がフォーカスしているミニオンがファーフぐらいの時にはリロードしておかないと間に合わないイメージを持っておいてください。もしその前に銃を撃ってプッシュしたいなんて時はスライディングで撃ちまくりましょう。そうすればリロードなしでラストヒットを取るフェーズに入ることができます。逆にラストヒット取りたいのに弾が数発しかないってなったら、近接攻撃で取りに行くか、また一発でも残っていればスライディングでいくらでも弾を撃てるので、焦ってリロードして弾が撃てない状態にだけはならないように注意しましょう。もしこれらに慣れてきて余裕が出てきたら、味方ミニオンが死ぬタイミングも意識できるとディナイがはかどると思います。もうランクマッチでガンガンディナイされまくって自分はディナイできないみたいな状態になってたんで、僕もまだまだできてない部分だなとは感じています。一朝一夕で上達する部分じゃないと思ってるんで、ぜひ皆さん一緒に練習してできるようになっていきましょう。はい、そして次が最後の練習パート、近接攻撃のパリについてです。多分ここまでキルに直結する基礎練習はないんじゃないかなと思います。このパリができるだけで本当に簡単にキルできるようになると思いますし、また逆にできないと敵のエイブラムスに一生サンドバッグにされてしまいます。サンドボックス入って右側奥にある小部屋が練習場です。練習内容は難易度レベル順に説明していこうと思います。まずレベル1、普通にパリしてみましょう。もうパリボタンを押すだけなんで誰でもできるっしょって思うかもしれないんですけども、この練習やっとくだけで実戦でだいぶ出やすくなるかなと思っています。ちなみに僕は実戦で未だにこのレベル1すらミスるので毎回やるようにしてます。なんで出ないんでしょうね。次にレベル2、ギリギリでパリです。
引きつけてパリーができるようになると、敵がフェイントしてきても対応できるようになります。次にレベル3、後ろ向いてパリーです。結構逃げている時や物陰から撃ってくる人が多いので、そのタイミングを覚えるための練習です。次にレベル4、ダッシュキャンセルパリーです。やり方はダッシュした直後にしゃがみキーを押してパリーします。よく連戦で敵がラストヒット取るために近接攻撃してくるので、それをパリーするためなんかに使います。ただ結構慣れていないと殴られに行くようなものなので、かなり使い慣れる必要があります。次にレベルマックスパリーダッシュです。これはぶっちゃけおまけ程度に聞いてもらえると幸いです。僕も難しすぎてまだ実戦で試せてないので、どの程度役に立つのかも未知数です。ただ敵がフェイントしようとしても当たり屋のごとくパリできるので、使えたらめっちゃ強いんじゃないかなとは思っています。その分やり方もかなり難しくて、 W その前進キーを押しながらパリを押した直後っていうかほぼ同時かな、ダッシュボタンを押します。偶然プレイ中に見つけた技なんですけども、難しすぎて使ってる人は動画ですら見たことないですね。多分発見すらされてないんじゃないかな。Apex とかで相当キャラコンに自信がある人とかだったら、もしかしたら実用化できるかもしれないので紹介だけしておきます。で、レベル1だけでもいいんで、パリがある程度できるようになったらカウンターするのも忘れないようにしましょう。最速で近接ボタン長押ししとけば2発ヘビーメレーが入るので簡単にキルが取れるようになります。ここでできたからといって実戦でできるとは限らないんですけども、ここでできるようになっておくと実戦でもできることが結構増えるので、苦手な方は練習してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。今回紹介した練習方法は面倒に感じる方も多いかもしれないんですけども、本当に初心者の方とかだったら経験上1週間ぐらいだけでも毎日やれば全然変わってくると思うので、1日15分もいらないかな、もう5分ぐらいでも全然いいので、ぜひ試してみてください。もしもっと効率いい方法あるよとか改善点があれば、今後の僕の成長のためにも、そしてこれを見ている方々のためにもコメントで共有していただけるとすごく助かります。もし今回の内容がためになったなと思った方はグッドボタン、そしてこういった動画を今後も更新していく予定なので、よければチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。そういえばもう少しで登録者が500人達成しそうです。登録していただいている皆さん本当にありがとうございます。思ってる10倍ぐらい登録者が増える人数が多くてびっくりしてます。おかげさまで動画もライブも楽しく続けられております。次は登録者1000人目指して頑張ろうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、デッドロックがきっともっと楽しくなると思うんで、ぜひ皆さん少しだけでも練習してみてください。それじゃあまたね。バイバイ。